トゥルくんです。今回は久々にブロックであるものを組んでいきたいと思います。この外装を見てもですね、正直何を組むんだろうっていうのがわからないと思うんですが、早速開けていきたいと思います。よっと。それではオープン。ここまで開けてもさっぱりわかんないですよね。では再びオープン。なんか袋の中に袋が入ってて結構細かいのかな。これを見ても分かる通り中国製のブロックキットですね。マニュアルは特についていないので、ネットで見ろよという感じだと思います。ブロックの方は1袋2袋3、4と、ブロックの方は4つの袋に分かれています。では早速ですね、こちらの方を、開いてみます。こちらの QR コードからパッドを開くとこんな形でマニュアルが出てきます。さすがにちょっとスマホだと見づらいので、今回はこのパッドを使ってですね、組んでいきたいと思います。相変わらず袋自体には何も番号が書いてないので、例えばマニュアルで1番って書いてあったとしても、どれが1番なのかがわからないです。大体見当つけてですね、やっていくしかないかな。結構便利なのがこのタッパですね。このタッパにですね、部品を打ち分けます。こうすると部品が飛び散らずに、若干探しやすくなるかなという感じですね。ここら辺の小さいのも場の方に移していきます。こんな形で袋の中身を、こういった容器に分けてですね、組んでいきたいと思います。これが結局ブロックで何が一番時間かかるかっていうと、部品を探していくのがやっぱ一番時間かかるんですよね。今回この濃いブルーとブラックっていうのがマニュアル上で区別しづらくてですね、そこら辺が結構組みづらさがあるっぽいですね。やっぱり部品を探していくのが意外と厄介っちゃ厄介だな。マニュアルがね、意外と見づらいんですよ。同じ形状でも色違いのものって結構あるんで、ここら辺気をつけないと後で組み直しになるんで、これマニュアルだとグレーが2つなんだけど、部品のグレーが1つしかちょっと見当たりませんでした。やっぱね、こういうところでね、どうしても疑っちゃうんですよね。部品が足らないんじゃないかみたいなね。なんでだろう。ついついね、疑っちゃうんですよね。実際ないからしょうがないんですけどね。これがね、後々ね、変な影響を与えるっていうのが怖いんですけどね。たまに部品に印刷がしてあるっていうか、シール貼るみたいな部品の指示があるんですけど、
まあ大体ないよねなんだろうね、マニュアル的にはプリントがしてあるっていう風に書いてあるんだけど、ほぼないよね部品的には黒なら2つあるんで、まあ黒にしとくか。皆さんは今は私が何を組んでるかってなんとなく分かってきてますかね。一応サムネでは少し隠すようなイメージにしてますけど、まだこの段階じゃ分かんないかな。これね、レゴだと部品を外すレゴ用のペンチみたいのがあるんだけど、残念ながらこいつには付属していないので、間違った時はなんか代用品でやるしかないっすね。まあ、この手のは傷つくんであんまり使いたくはないんだけど、やっぱ結構ね押し込んでるからね外せないのですよ。少しずつこう形になってきたかな。まだこの段階じゃ何作ってるかわかんないっすよね。やっぱね、こういうちょっと質の悪いブロックってのがね、どうしても混じってますね。まあさすが中華といったところか。ちなみにこちらのキットはもちろんレゴじゃないですよ。中国製のブロックキットになっています。まあ品質的に残念ながらそれほどいいものではないという感じですね。まあかといって全く組めないかっていうとそういうわけでもないんですけどね。この変形してるブロックはちょっと痛いですね。変形してる面を内側に持ってきてですね、ちょっと目立たないようにはしてみました。あっちブロック組む場合順番がねあるんですよね。先にこっちをはめておかないと、でこっちをかぶせると、マニュアルにはどっちを先につけろっていう風には出てこないんで、図を見ながらどっち先だなっていう風に考えていかないとうまく組めなかったりしますね。ここら辺は不親切なのか何なのか、頭を使えということなんでしょうかね。こういうブロックキットってそういうところはありますよね。何でもかんでも自分で考えて作れみたいなところはありますよね。
少し形になってきましたかね。さて、この段階でわかる方はどのぐらいいるでしょうね。こっちが前、こっちが後ろ。これは椅子でしょうね。そろそろ分かってきた人もいるんじゃないですかね。よいしょよいしょよいしょ。こうたまに硬いところがあるですよね。硬い。こうピースの数が減ってくると楽な部分もあるんですけど、部品が足らなくなるような気もだんだんしてきて、結構怖いですよね。斜めから見た設計図っていうのもなんかやりづらいっていうのは改善されないんですかね。ここでこのキャノピーをつけるとだいたいバレてきますわね。まあここまで来るとなんか宇宙船っぽいっていうか車っぽいようなディティールになってるなっていうのが分かってくると思います。さすがにここまで来ると分かる人には分かりますよね。逆に分からない人は最後まで分からないと思うんですけど、続けて組んでいきます。この円筒形のパーツなんですが、この軸の方が結構短いんですね。で、組み立ての順番としてはですね、ちょうどこの白と青のパーツの真ん中に中心が来るような形で、この丸い白いパーツをつけた後にこれをかぶせます。このパーツをかぶせた後に先にこの丸いパーツに軸をつけておいて、最後にここに差し込みますと。こうしないとこの丸い部分のパーツが固定できなくなるんで、これだけはちょっと順番を気をつけた方がいいですね。この黄色いパーツは赤と青で左右でちょっと色が違ってますんで、これだけ気をつけた方がいいですね。もうさっきの反対側とは色が違ってますね。やっぱりどうしてもこう付け間違いっていうのが出てきちゃいますね。ここら辺がすぐ直せる部分だといいんですけど、すぐ直せない部分だとまた解体しなきゃいけないっていうのが辛いんですよね。ゴムのパーツなんか入ってるんですね。
めるのかな。まあちっちゃいタイヤですよね。タイヤが2つでここにはめてタイヤがすごく可愛いですね。タイヤがコロになってますね。マニュアルだとこの斜めになってるところが前で、この直角になってるところが後ろになってるんですが、これどう考えても逆かなっていう気がします。前が切り立ってて後ろがこう斜めになってる。これはなんか明確に間違ってるかなっていう気がしますね。結構この扉の部分がうまくいかないですね。ブロックのキットを組んでいると大体あるあるで出てくるのがパーツ不足です。どんなに探してみてもパーツがないと。そこでですね、似たようなパーツでこう余ってる部品が出てきた場合は、大体組み間違えですよね。で、今回はこの扉の下のパーツがちょっと足らなくなったので、よくよく見てみるとですね、この扉の下のパーツが間違っていました。このポッチポッチのパーツじゃなくて、こっちのカバーのパーツですね。こっちのカバーのパーツがここにはまるよという風になっていました。ブロックのキット組んでると、この類の間違いっていうのは多々出てきますよね。で、パーツ不足が途中で出てくるのか最終的に出てくるかによって被害状況が変わってくるんですが、このぐらいのこのパーツ数が少ないキットだと影響はそれほどないんですが、パーツ数が膨大なキットになるとその影響はむちゃくちゃ高くなるという感じですね。いくらやっても出てくる状況ですね。慣れみたいなものが出てきて、思い込みで作っちゃうんですよね。そうすると間違ってパーツをはめてパーツ不足が発生するという感じなんですよね。これはブロックのキットを作ってる人はね、必ず経験することだと思いますね。で、そこでね、そもそも部品が入ってなかったんじゃないのか、足らなかったんじゃないのかって絶対思っちゃうんですよね。最初から欠品していて不良品なんじゃないかって絶対疑っちゃうんですよ。でもね、実際はほぼそういうことってないと思います。自分の組み間違えで、おそらくある部品が足らなくなってで困っちゃう。ほぼそんなパターンですよね。たとえそれが中華キットだったとしても、疑うべきはまず自分の組み方ですよね。毎回メーカーさんをね疑ってしまうんですよね。そこら辺がちょっとね、我ながら情けないところですよね。なんだかんだでやっと完成したこちらの方。こちら映画ブレードランナーに出てくるポリススピナーでした。映画自体はもう40年ぐらい前の映画なので、当時リアルタイムで見てた人ってそんなに多くないと思うんですが、自分の中では非常に思い出深い SF メカの一つになっています。やはりこの大きさだとディティール自体はそれほど細かくできていないので、似てるな程度のものではあるんだけど、なかなかポリススピナーのキットって少ないんで、これだけでもですね、かなり嬉しいキットになってますね。だいぶ雰囲気の方は出てるとは思うんで、皆さんもですね、興味のある方はぜひ組んでみてください。あとこういったクリアパーツの部分に電飾を仕込むっていうのも
いいかもしれませんが、結構大変そうだな。では今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。